地域に貢献されている身近な団体を紹介するウェブマガジンいいわ品川。今回ご紹介するのはこの方々です。2014年から代表理事という役を担っています。本当は子どもが遊んでる現場だとかね、直に子どもたちと思いっきり遊んだりという方がずっと好きなんですけども、今は最後の責任を持つっていうちょっと大事な役割を担っています。渡辺美恵子さんってもう亡くなられてしまったんですけども、おばちゃんちという触れ合いのあるまちづくりを行っていくという NPO を立ち上げたいっていう強い思いの方と20数年前に出会うきっかけがあって、彼女の思いに賛同して一緒にやっていこうっていうふうにすぐに思ってこの活動を始めました。今なんか小さい子供を持つ親子は親子だけの場所、高齢者は高齢者だけ、障害を持っている人はそれだけっていうふうにそれぞれの専門の場所で過ごすような、そんな暮らしになってると思うんですけどもね。でも街の中で小さい赤ちゃんを連れている家族の人たちも、何かリスクがあったり障害がある人でも高齢の人でも、みんながお互いに気になって混ざりながら商店街でお買い物をしたり、お互いに声かけたり挨拶したり助け合ったりっていう、そんな街になったらみんながすごく心豊かに暮らせるだろうなっていう、そんなことをすごく大事にして活動しています。2011年から品川宿おばちゃんちで預かり広場ほっぺで保育士おばちゃんとして働いてます。もともと保育士をしていて、子育てが一段落したので、またそろそろ子供と関わりたいなと思っている時に、おばちゃんちのサポーター養成講座を見つけまして、そこに参加して声をかけていただいたのがきっかけです。たくさんの子供たちに囲まれて幸せをいっぱいもらっていることと、お散歩してる時とかに通ったお家の方が出てきてくれて、このお花を見せてくれたりとか、以前預かっていた子が中学生とか高校生になっても遊びに来てくれて、おばちゃんちすごく楽しかったよって来るのがもう本当楽しみだったって言ってくれるとすごく嬉しいなって思います。あとおばちゃんちはさ、やりたいことをやりたい人ができるだけだけど、子供も同じじゃない？ここに来ても大人がこういうことをやりなさいとか、これはダメっていうことはほとんど言わないで、本当にその子がその時にやりたいことができるようにみんなで見守ったり、一緒に楽しんだりって、そこはすごくいいよね。お家だったら、保育園だったら、あらららっていうこともね、ここだったらおばちゃんたちがいいよいいよってどうぞどうぞって言えるところがすごく、決まった保育のスケジュールとかプログラムとかもないからね。保育園の保育はすごく大事だと思うけど、保育園保育とは違う、お家で過ごしてるような、そしてお家より自由だからね。そうそうそう。おばちゃん家に来て何年だっけ？12年。ね、私は20年ずっとやってきてるけどね、おばちゃん家って結構20年で大きな組織になってしまったんですけど、あんまり大きくなりたいとは思ってなくてね、やりたいことでもっと分かれて小さくなってもいいと思ってるんです。でおばちゃん家はね、子育てに優しい、誰でも優しい風を吹かせるっていうね、前代表の美子ちゃんが言ったけど、風が吹かせられればおばちゃん家が大きくなることは全然目的じゃなくて、おばちゃん家はなくなっても優しい風が吹く街になっていればいいなっていうふうに思っています。預かりほっぺとしてはね、前カフェがあって、その後ろに預かりの部屋があったじゃない。お庭もあったよね、後ろにね。そう、お庭もあった。だからやっぱりあの時のおばちゃんちもう一回、おじちゃんおばちゃんたちがね、コーヒー飲みに来て、子供たちが遊んでる姿を見てくれるっていう。冒険広場も今2カ所だけど、おばちゃん家がやるやらないは別にして、区内にそうやって自由に遊べる公園がもっと増えたら、子供たちはもっと元気に賢く育つと思います。賢く。はい。